ステージ攻略のための戦闘の仕方は教えてもらったけど、次は部隊を作ればいいの？そうだね。強い部隊を作って敵を倒しながら作戦に勝利しよう。部隊って強い人形を入れればいいんだよね。じゃあ人形製造。その前に実際に戦場で戦う戦術人形と部隊について理解してから人形製造をしよう。戦術人形なんだから戦術人形のことは分かってるよ。いやいや、意外と知らないことも多いと思うから、まずは人形と部隊編成について理解しよう。はーい。そもそも強い部隊っていうのは、強い人形、強い編成、強い装備と強い妖精が必須なんだけど、でも最初のうちは装備と妖精については気にしなくていいから、人形と編成について覚えよう。まずどの戦術人形を選ぶかについて、この4つを基準に考えていこう。ほうほう。獣種っていうのはそれぞれの特性みたいなもので、部隊に入れる人形を考えるとき、最初に獣種を見てみるといいよ。次に人形バフ。バフっていうのは能力値を上げることなんだけど、戦闘するときにはすっごく重要だから、絶対に人形バフは確認しよう。能力はいくつか項目があるんだけど、基本的には能力値を上げていけば強くなるって覚えておいてね。スキルは能力値を上げたり、敵にダメージを与えたり、いろんな効果があるんだよ。この4つを比較しながら人形を選んでいこう。指揮官ってそんな風に部隊を組む人形を決めてたんだ。最初に獣種について。戦術人形には6つの獣種があるんだけど、そのうちこの4つは覚えておこう。ハンドガン。攻撃や防御というよりは味方の能力を上げるバッファー。特に野戦では必須になるよ。サブマシンガン。前衛に置くタンク。回避と HP が高い。タンクっていうと防御のイメージだけど、避けるのが中心だね。はいはい、私たちもサブマシンガンだよね。そう考えると私たちって似てるところがたくさんあるね。だね。そしてアサルトライフル。後衛に置くアタッカー。攻撃能力のバランスが良く、前衛の敵から攻撃していくよ。ライフル。後衛に置くアタッカー。一撃のダメージが大きい代わりに攻撃速度がちょっと遅くて、後衛の敵から攻撃していくよ。この40種を覚えておこう。あれ？マシンガンとショットガンは？マシンガンとショットガンは入手と扱いが難しいから、こだわりがないなら最初はこの40種で戦っていこう。なるほど。ハンドガン、サブマシンガン、アサルトライフル。ライフルの4種類だけで第8戦役までは十分戦えるよ。第9戦役になってくるとマシンガンやショットガンが必要になってくるんだけど、最初はとりあえずこの4つを覚えておこう。そしてもう一つ。これらの獣種はそれぞれ相性があって、相性のいい獣同士で編成すると能力が上がるんだよ。だから私はアサルトライフルと一緒になることが多いんだね。その通り。この相性はいつまでも使うから絶対に覚えておいてね。とりあえず強くて相性のいい人形を集めて部隊を作ればいいんだね。それもそうなんだけど、ただ適当に編成しても意味がないんだよ。これを見るとわかると思うけど、同じ人形で部隊を組んでも部隊の強さが変わっちゃうんだよ。本当だ。何が起きてるの？これが人形バフだよ。人形によってバフの範囲や対象、補正する能力が変わるから、ちゃんと人形を作らないと相性が良くても意味がないよ。毎回人形はちゃんと確認しようね。最初のうちは欠点の少なくてバフの形も使いやすい人形が多いアサルトライフルとサブマシンガン中心の編成がおすすめ。あとさ、人形ってかっこいいやつとかないの？とりあえずオーソドックスなやつだけ覚えておこう。F 型、B 型、T 型。基本的にはこの3つが使われることが多いね。へえ。
編成されてる人形によってうまく当てはめてみよう。F 型、B 型は終盤の攻略まで使えるから、迷ったら F 型や B 型で作ってみよう。次に、戦術人形の能力についてだけど、戦術人形の能力は11個の項目があるんだよ。こんなにもあるの？特によく見るのはこの5つ。最初のうちはなんとなくそんな能力値があると思っておく程度で大丈夫。この5項目は人形強化という方法で上げていくことになるよ。最後にスキルについて。スキルは各人形それぞれが違うスキルを持っているんだよ。能力値を上げたり、敵に大ダメージを与えたり、敵を妨害したり、ユニークなものまでいろんなスキルがあるんだよ。へー。基本的にスキルはスキルレベルを上げれば上げるほど強くなるから、開発のスキル訓練で人形のスキルレベルを上げていこう。じゃあ強い能力の強いスキルを持った人形を使っていけばいいんだね。それもそうなんだけど、一番大事なのはゲームを楽しむことだよ。能力値にとらわれすぎず、自分の好きな人形を育てて楽しく続けていこう。編成について他にも少しだけ覚えておこう。一番左がリーダー。獲得経験値と好感度が増えるよ。戦闘中に移動しても陣形バフは残る。星5を入れすぎない。後で辛くなるからメインの舞台には 1,2 体程度に。せっかく手に入れた星5は使っちゃダメなの？これは多くの指揮官が苦しんだ経験があることなんだけど、星5ばかりの舞台は育成がすっごく大変なんだよ。高レアの人形は編成拡大っていう強化で大量にアイテムを消費するから、最初から高レアばかり育てるのはやめておこう。なるほど。最初は星3くらいの人形を中心に、星5は多くても2体で舞台を編成しよう。よっし！戦い方も編成の仕方も分かったし、早速戦術人形を作ろう。みんな楽しみにしてる人形製造だけど、この2つは守ってね。レシピ？何？料理？資源投入のバランスで出やすい獣種が決まるんだけど、資源の投入を勘でやるのはやめてね。左からおすすめのレシピが見られるから、慣れてくるまではそこを参考に狙ってる獣種のレシピで人形製造をしてね。あと、人形製造は1日4回。製造したい気持ちはわかるけど、作ることより育てることを覚えよう。はーい。とりあえず4回作ってみるね。そういえばいつも気になってたんだけど、人形が司令部に増えてきたらどうなるんだろう。多くなりすぎた人形はレア度によって扱いが変わるね。メインの2部隊で使わない星3戦術人形はどんどん解体。逆に星2の人形は基本的に解体せずに人形強化に使おう。ただしマシンガンは解体するとちょっと貴重な部品資源をくれるから、人形強化に困ってなければ解体してもいいかも。戦術人形と編成。相性のいい獣種で部隊を編成する。アサルトライフルとサブマシンガン中心の部隊がおすすめ。星5を部隊に入れすぎない。これは本当に気をつけてね。使わない星3は解体、星2は残す。いろいろ言ったけど、性能にとらわれすぎず好きな人形を育てるのが一番。攻略や強さも大事だけど、楽しむことを忘れずにドルフロをプレイしてね。うん。